の研究テーマはウェットスーツの選び方です。秋冬など水を冷たく感じる時期にもマーメイドスイムを練習したい、そんな熱心なあなたにお勧めしたいのがウェットスーツです。ウェットスーツは防寒・保温の機能があるウェアです。最近は可愛いカラーやデザインのものがたくさん販売されています。今回はウェットスーツの機能やどんなものを購入したらよいか詳しく解説しますね。こんにちは。素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。以前低体温症に関する動画を出しました。たとえ水温が30度以上ある真夏のプールや海でも長時間水に浸かっていると低体温症になる可能性があるということをお話ししました。ましてや秋冬で水が冷たく感じる季節では海やプールで具合が悪くなってしまったり泳ぐのが辛くなったりするかもしれません。そんな時に便利なのがウェットスーツです。ウェットスーツといえば一昔前までは真っ黒で味気ないものばかりでした。でも最近はマーメイドの皆さんがおしゃれを楽しめるような様々な色やデザインのウェットが販売されています。今回はウェットスーツの機能やウェットスーツの選び方を詳しく解説しますので、この動画を見ればあなたにぴったりのベストなウェットスーツが見つかりますよ。素潜りマーメイドスイム研究所では素潜りやマーメイドスイムについて私自身が実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。まずこちらのウェアをご覧ください。私が水辺で使うウェアを集めてみました。いろんな色や形のものがありますね。ただビギナーの方はラッシュガードとウェットスーツを混同してしまっていることがあります。ラッシュガードもウェットスーツもどちらも海やプールで活躍するウェアです。パッと見はどちらもよく似ていますよね。特に海外通販だとウェットスーツとラッシュガードという単語が両方書いてあることがあって間違えて買ってしまうかもしれませんので気をつけてください。こちらのラッシュガードはポリエステルやナイロンなどの科学的に作られた合成繊維でできているスポーツウェアです。触るとツルツルしています。伸縮性があるので体にフィットして動きやすく、また水に濡れても早く乾くので水辺のスポーツでよく使われています。こちらはウェットスーツです。ネオプレーンという素材でできています。ラッシュガードよりも厚みがあります。熱を外に逃がしにくく保温性があるのでダイバーが水中に潜るときに向いています。このラッシュガードとウェットスーツ、違いは何でしょう。一番の違いは保温性があるかないかです。最初にラッシュガードから説明しますね。私が着ているこれはラッシュガードです。ウェットスーツではありません。よく勘違いされているんですが、ラッシュガードには保温性がほぼありません。ラッシュガードは着ても着なくても水温の冷たさはあまり変わらないんですね。ちょっとね想像してみてください。あなたは冬の寒い日に外ですっぱだかで立っています。めちゃくちゃ寒いです。凍えますよね。次にそのまま外に突っ立ったまま、T シャツを着たところを思い浮かべてください。どうでしょう。若干寒さが和らぐ気がしますね。でも大した違いがないというか、やっぱり寒いことには変わりありません。ラッシュガードも同じです。ラッシュガードを着ていると泳いだ時に水が直接肌に触れません。T シャツの生地があるから直接肌が風に当たらないのと同じですね。なのでちょっと感じ方が変わるだけです。ラッシュガードの目的は防寒ではなくて日焼け止めです。そもそもラッシュ、ひどい日焼けをガードするという意味ですから、日焼け防止のために着るウェアなんです。物理的に布で太陽光線をブロックするので日焼け止めクリームを塗るよりも効果があります。
もう一つ別の役割があるとすれば、ラッシュガードを着ていると肌が露出していないので、擦り傷や切り傷を防いだり、クラゲなどの海中生物から肌を守ることができます。ただし厚みがないので、トゲの鋭い海中生物の毒を防ぐ効果まではありません。一方、ウェットスーツには保温性があります。ネオプレン素材の構造は、ナイロン素材に挟まれた合成ゴムの中に細かい気泡、空気の粒が含まれています。空気が入っているので、人肌で温まってすぐに温度が冷めにくくなっているんです。また、細かい空気が入っているということは浮力があるということですね。体全体に浮き輪をまとっているようなものです。ウェットスーツは水に浮きやすくなる効果があります。泳ぎが苦手な方はウェットスーツを着ていれば全身浮き輪状態なわけですから、まず沈むことはありません。シュノーケリングのツアーなどでは安全性を高めるためにウェットスーツの着用が求められる場合があります。また、厚みがあるので海洋生物の毒から身を守る効果もラッシュガードよりは高いです。だから水中に潜りたい場合には重りのウェイトをつけないと体が浮いてしまってうまく潜れません。素潜りしたい場合にはウェイトとウェイトベルトが必要です。詳しくはこちらの動画をご覧ください。まとめますと、ラッシュガードの目的は日焼け防止、速乾性があるので水辺のウェアに最適です。擦り傷や切り傷から肌を守る効果もありますが、ウェットスーツほどは保護してくれません。また、保温性や浮力もありません。ウェットスーツの目的は防寒、着ていると暖かいので寒い季節に便利です。ただし浮力が強いので溺れる危険性は少ないですが、潜るためにはウェイトが必要です。厚みがあるから肌の保護効果も高いです。以上、ラッシュガードとウェットスーツの違いでした。購入するときには間違えないように気をつけてください。では、ウェットスーツが欲しいとき、どんなものを選んだらいいんでしょうか。まず考えないといけないことがあります。それは厚みです。ウェットスーツのネオプレン素材には1ミリから7ミリぐらいまでいろんな厚みがあるんです。ウェットスーツの材料であるネオプレン素材は厚ければ厚いほど中に含まれる空気の量が増えます。つまりネオプレンが厚いほど保温性や防寒性が高くなりますが、その分水に浮きやすくなります。また、ネオプレン素材は柔軟性がありますが、やはり暑いと体を動かしにくくなります。だから素潜りやスキンダイビングではだいたい1ミリから3ミリのウェットスーツが向いています。逆にスキューバダイビングではそこまで激しく体を動かさないので、主に5ミリから7ミリぐらいのウェットスーツが多いです。だからマーメイドの皆さんは1ミリから3ミリのウェットがおすすめです。5ミリのものと比べるとやっぱり保温性は下がってしまいますが、薄めのウェットスーツの方が泳ぎやすくていいんじゃないかなと思います。ものによっては胴体部分だけが厚いネオプレンやゴムでできていて、腕や足など動かす部分だけ薄いネオプレンでできているウェットスーツもあります。目的に合わせてウェットスーツを選んでくださいね。次にサイズの選び方についてです。オーダーメイドでない限りだいたい S、M、L、XL みたいに数種類のサイズから選ぶことになります。これってなかなか自分のサイズとジャストサイズのものがなくて、若干大きいか若干小さいかでどちらにすればいいのか迷うんですよね。一般的によく言われているウェットスーツの選び方では、迷った時には小さいサイズを選ぶと言われます。というのも、ウェットの一番の目的は防寒ですよね。生地が体にぴったり密着していないと、首元や手首などの隙間から水が入り込んできて、常に水が入り続けるから寒いんですね。なのでちょっときついかなと感じるぐらいのものを選ぶといいと言われます。着る時には苦労するんですが、水の中に入ると水圧で筋肉が押されるのでちょうどぴったりになります。
ただしあまりにぎっちぎちだと動きづらくなりますし、波酔い船酔いしやすくなります。だから首元が開けられるタイプがおすすめです。気持ち悪くなった時に首を開けると楽になるからです。それと中に防寒のレギンスやスキンを重ね着するときはきつすぎて苦しくなったりするので、そのあたりは考慮して選んでください。一番良いのはお店の方に聞くことですね。ネットショップでも実際の店舗でも3サイズや身長体重を伝えるとアドバイスをくれるところが多いです。あとはあなたのお好きな色とデザインで決めてしまって大丈夫です。さて、ここからは別撮りした映像と重ねてご覧ください。先日の人魚の学校にいらっしゃったマーメイドの皆様のウェットスーツをご覧ください。皆さん素敵な映えスーツを着ていらっしゃいました。ウェットを着ると寒さを感じにくくなります。秋冬に練習時間たっぷり泳ぎたい人魚さんはウェットスーツを着ることが多いんですね。鮮やかなオレンジのウェット、マヒナの人魚フィン、マーフィンも綺麗なオレンジですね。フィンと色を合わせていて素敵です。そしてシルバーのウェット、未来的でかっこいいです。サメやイルカを連想させるスポーティーなイメージです。ジャケット型のウェット、ピンクのワンポイントが目を引きます。上下分かれたウェットスーツは脱ぎ着も楽ですね。脇から腰にかけてのパープルが鮮やかなウェット、手を上げて泳ぐときに目立ちますね。腰のウェイトの色も合わせると全身のコーディネートが決まります。以前動画でご紹介したチャイナウェット、同じネオプレン素材でできたロングソックスを合わせました。首元が赤いチャイナ入りなのでシュシュやフィンカバーでワンポイントレッドでコーディネートしています。ショートパンツ型のウェット、胸から胴体部分が厚いゴムになっていて暖かく、腕や足部分は動かしやすい 2mm のネオプレン素材になっています。真っ黒なんですがニーソックスと合わせると暖かいですし、女性らしさが出ますね。どこで購入したのか皆さんにお聞きしたところ、アリエクスプレスで見つけたとのことでした。私のウェアもアリエクスプレスで買ったものですが、だいたい5000円から3万円ぐらいまでいろんなタイプがあります。ワンピース型の水着型が最近の流行みたいですね。同じ色のフィンソックスも売っていますし、フィンやシュノーケル、マスクなどガジェットと色を合わせるのも楽しいです。はい、以上ウェットスーツの素材や機能、またウェットスーツの選び方などをお話ししました。この動画があなたのウェット選びのご参考になればとても嬉しいです。お気に入りのものが見つかるといいですね。ウェットを私も買おうかなと思った方は高評価をポチッと押してくださいね。また次回の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。